どうも皆さんこんにちは、原寛太です。最近の YouTube に違和感があります。チャンネル登録者が40万人を超えた今だからこそ、以前よりもはっきり見えてきたことがあります。それは、YouTube という場所だけでは、社会問題を丁寧に届けきれない場面が増えているということです。私のチャンネルでは、アフリカの貧困や紛争、国際協力の現場、日本ではあまり報じられない世界の出来事を自分の足で取材し、自分の言葉で伝えてきました。そういった発信を続けてきた結果、ありがたいことにチャンネル登録者は40万人を超えました。個人でメディアを立ち上げ、世界の貧困や紛争についてこれほど多くの方に届けられるようになったこと、これは YouTube がもたらしてくれた大きな恩恵だと思っています。何よりここまで発信を続けてこられたのは、日頃から動画を見てくださる皆さんのおかげです。いつも本当にありがとうございます。その上で今日はあえて話したいことがあります。最近 YouTube で動画を出していて、こう感じることが増えました。これは本当に見てほしい人に届いているのだろうか。そして届いた先でちゃんと考えるきっかけになっているのだろうか。どういうことか。 YouTube の仕組みをあまり詳しく知らない方にもわかるように説明します。チャンネル登録者が40万人いるからといってアップした動画が40万人全員に届くわけではありません。多くの人は YouTube を開いた時に登録チャンネルの動画一覧を毎回チェックしているわけではないと思います。多くの場合、最初に見るのはホーム画面や関連動画です。つまり動画が広がるかどうかはチャンネル登録者数だけでは決まりません。 YouTube のアルゴリズム、つまりどの動画を誰におすすめするかを決める仕組みによって動画の届き方は大きく左右されます。その動画がどれくらいクリックされるのか、どれくらい長く見られるのか、見た人がその後も YouTube を見続けるのか、そういったデータをもとにこの動画はもっと多くの人におすすめして良さそうだと判断されれば、ホーム画面や関連動画に表示されやすくなります。逆に最初の反応が弱ければ、チャンネル登録者が多くても動画はあまり広がりません。実際に私のチャンネルを見ても動画によって再生回数にはかなりのばらつきがあります。特に紛争の被害を受けた方へのロングインタビューや現地取材を元にした硬派なドキュメンタリー系の動画はどうしても伸びにくい傾向があります。もちろんこの仕組み自体を全否定したいわけではありません。視聴者が興味のある動画に出会いやすくするためにアルゴリズムがある。これはプラットフォームとしてある程度当然の仕組みだと思います。ただ YouTube は公共放送ではなく民間のプラットフォームです。多くの人に動画を見てもらい、長く滞在してもらうことで成り立っています。そのため YouTube 上ではどうしても社会的に大切な情報かどうかだけではなく、多くの人が見たくなる動画かどうかが重視されます。社会問題を扱う発信者として私はここに大きな難しさを感じています。今の SNS では複雑な背景を丁寧に説明するものよりも、パッと見て感情が動くものの方が目立ちやすい、分かりやすい敵を作る言葉、怒りや不安を煽るタイトル、一瞬で感情を揺さぶるサムネイルの方がクリックされやすいのが現実です。もちろん私自身も YouTube で発信している以上、サムネイルやタイトルは工夫しています。どれだけ大切なテーマでも、まず興味を持ってもらえなければその先の内容まで届けることができないからです。ただその入り口を強くしようとすればするほど、複雑な社会問題を単純化しすぎてしまう危うさもあります。ここに私は強い違和感を持っています。そして同時に自分自身もその仕組みの中で発信しているからこそ、これでいいのだろうかという葛藤もあります。例えば私が普段扱っているアフリカの貧困や紛争、国際協力の課題はどれも簡単に白黒をつけられるものではありません。そこには植民地支配の影響を含む歴史的な背景があります。国際政治や経済の構造も関係しています。現地社会の中にもそれぞれの複雑な事情があります。だからこそ私はできる限り現場の声を聞き、背景を調べ、単純な善悪二元論に回収されないように注意しながら発信しているつもりです。しかし SNS 上ではそうした慎重な伝え方よりも分かりやすく強い言葉の方が目立ちます。例えばアフリカの貧困について発信すると、日本だって苦しいのだから他国を支援している余裕はない、 ODA 政府開発援助は全部無駄金だといったコメントが寄せられることがあります。
さらに貧困の背景にある歴史的構造的な問題を無視して自己責任だ、国民性の問題だといった言葉が書き込まれることもあります。もちろん国際協力や税金の使い道について批判的に考えること自体は大切です。私も全ての支援が正しいとは思っていませんし、 ODA や国際協力のあり方には検証されるべき点も多くあると思っています。ただそれとアフリカの人たちを一括りにして見下したり、複雑な貧困の背景を全て自己責任で片付けたりすることは全く別の話です。動画という短い時間の中ではどれほど丁寧に伝えたつもりでも、複雑な問題が極端な言葉で一気に単純化されてしまうことがあります。そこに私は発信者としての難しさと強い危機感を感じています。スマートフォンを開けば次から次へと情報が流れていきます。ニュースの見出し、短い動画、SNS の投稿、コメント欄の意見、そうした情報に触れていると、世界で何が起きているのかを知ったような感覚になることがあります。でも社会問題のように複雑なテーマは、流れてくる情報を追い続けるだけではなかなか本質までは見えてきません。社会問題と向き合うには、反射的に情報を消費するだけではなく、自分の頭で落ち着いて考える時間が必要です。すぐに答えを出すのではなく、問いを持ち続けること。わかりやすい言葉に飛びつく前に一度立ち止まって考えること。流れてきた情報をその場で分かった気になって終わるのではなく、その背景にある構造やそこに生きる人たちの生活を少し時間をかけて想像すること。私がこれから大切にしたいのは、そういう情報との向き合い方です。この数年、私は世界各地の紛争や貧困の現場に足を運んできました。現場に行けば行くほど、この世界の問題は短い言葉だけでは伝えきれないほど複雑なのだと感じます。カメラを向けた先には、数字やニュースの見出しだけでは見えてこない一人一人の生活があります。家族がいて、仕事があり、失ったものがあり、それでも明日を生きようとしている人たちがいる。そうした現場の現実をできるだけ多くの人に届けるために、 YouTube はこれからも大切にしていきます。その一方で、短い動画だけでは伝えきれない背景や取材の中で考えたこと、すぐには答えの出ない問いもあります。それらを YouTube だけで届けきるには、プラットフォームの性質上どうしても限界があります。だからこそ今後は YouTube のように広く届ける発信だけではなく、文章でじっくり届ける発信も大切にしていきたい。そんな今の思いを伝えるために今回の動画を撮影しました。今年6月からザレターというプラットフォームでニュースレターの配信を始めています。実は今回の動画もザレターで書いた文章が出発点になっています。ザレターでは YouTube では話しきれないことや海外取材の裏側で考えたこと、国際協力や社会問題についての少し深い話を文章でじっくり届けていきます。登録は難しくありません。概要欄のリンクからメールアドレスを登録するだけで、まずは無料の記事から読むことができます。動画は世界の問題を知るための入り口としてとても大切な場所です。ただ、複雑なテーマについては映像を見て終わりではなく、文章を読みながら少し立ち止まり、自分の中で考えを深める時間も必要だと感じています。ハラカンタの発信を YouTube よりももう少し深く受け取りたい方、世界の問題と自分の暮らしのつながりについて落ち着いて考えたい方、ぜひ概要欄のリンクからザレターに登録してみてください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。